こんにちは。スピリチュアルと癒しのチャンネルです。このチャンネルではスピリチュアルメッセージや瞑想、またお役立ち情報など心と体の癒しに特化したコンテンツをお届けします。ラジオやオーディオブックを聞くように気軽に、そしてリラックスしてご視聴ください。幸せテクニック講座第11回。神は人を裁くものと決めたのはなぜ？誰が？今回は我々の土台となっている元にある考えについてお話ししたいと思います。今はどんな考えが元となってこの社会が組み立てられているのでしょう。神話がその元になっているようです。神話に登場する裁く神のイメージが現代社会を形作っています。自我を観察していると常に何かを評価しています。もしくは評価しようとしています。そして正しく評価するための基礎となる考えを身につけようと努力しています。私に対する質問の多くがどちらが正しいのでしょうかというものです。すなわち評価基準を確立しようとしているわけです。評価すべきでないと知っているその人のやっていることが、実は新しい評価基準を確立しようとする努力です。そしてそのことには気づいていません。このくらい評価することが知性の日常性として定着しています。たくさんの評価基準を持っている人が立派だとされています。人からとやかく言われないように、人から褒められるように、ほとんどの人の行動が人からよく思われたいという動機に基づいています。神が裁く人、評価する人だとしたら、裁く基準をできるだけたくさん身につけることが神に近いということになります。神は裁くというイメージから、人は裁かれないための価値基準を築き上げてきました。この価値基準からさまざまな考え方が生まれました。そしてそのさまざまな考え方は互いに出会い、組み合わされて頭脳の中にさまざまな概念が形成されます。そして我々はその概念を体験していくことになります。思っていることを体験するというのはこのことです。知らないことは体験できないというのもこのことです。我々のそもそもの存在目的が概念として知っていることを体験的に知ることであるということなのです。できる、できない、良い、悪いで人を評価する社会。どんな行いが正しいのか、何をするのが良いことで何をするのがいけないのか、こんなさまざまな基準が作られました。そんな評価基準を守らせるためにルールが作られ、ルール違反者を許すためのツールとしてルールを破った時の罰則まで用意されました。厳しい基準として法律が、緩い決まりとして道徳が作られ、道徳を伝承させるための宗教や学校が運営されています。そして厳しい掟、法律を守らせるために国家が建設されました。こうして警察が生まれ、裁判官が生まれ、先生が、宗教家が生まれました。ルールを守らせるための数限りない仕組みが生み出されています。良い評価を得るために努力が奨励され、テストで試されるという行為が堂々と行われています。親は子供に良い評価がもらえるようにと期待し、塾が繁盛し、良い成績、評価、
が取れるよう励ますのが愛だと信じきっています。人生がうまくいっていないと感じる人の8割以上が幼児体験から来ています。子供の頃、お前はダメなやつだと決めつけられ評価されたことで生じた心の歪みから人生全般の葛藤が生じています。神は決して人を裁いたりしないと決めてしまう。そのすべてが親の評価から始まっています。親は自分も親から評価され、その親もまたその親から評価され続け、延々と絶え間のない評価の流れが続いています。このように見てみると、その根本の間違いが神話の中に語り伝えられているわけです。現在の良い評価を得ることを良しとする社会システムがこうして形成されました。しかし、今しかないという宇宙の根本心理から見てみると、今この瞬間の評価社会を成り立たせるために、後からこの神話が過去に遡って挿入されたとも言えます。こんな観点から世界が捉えられるようになり、今我々が評価を完全に放棄するならば、その瞬間に全く別の神話が作られる必要が生まれます。そしてもしその神話が神は決して裁かないというものであったとしたら、今果たしてどんな社会システムが残り得るでしょう。そんなことになったら、この現代社会は瞬間に崩壊してしまうことになります。学校、法律家、国家、あらゆるものがその存在理由を失ってしまいます。評価システムそのものである社会体制は、あっという間にその姿を消していかざるを得ません。神は決して裁かないという新たな神話は、あなた方がその考え方を 100% 受け入れるという行為によって誕生します。この考えを受け入れ、この考えを生きるという行為によって、あなた自身のもう何も裁かないという人生そのものが神話創造のプロセスとなります。あなたこそが神話を生み出す神となります。宇宙のものは超極小のゴム紐でできている。私たちはこの他にも多くの元となる考え方を取り入れています。縦、横、高さのある3次元空間があるとか、時計の針の動きという時間があるという錯覚に基づいて世界を見ています。宇宙は一方向に広がっている。ビッグバンから始まって無限に拡大している。時間は過去から未来に向かって一方向に進んでいるという考え方です。これが一方向的思考を形成しています。では実際はどうなのでしょうか。物理学の世界は近年急速な発展を遂げ、すべての力を統合する理論として今では超紐理論が多数の支持を得ています。この紐理論によると、この宇宙の極小物は輪ゴムのようなもので、その大きさは10のマイナス33乗ほどで、それ以上に小さいものは存在していないとされています。理由は、それ以上に小さくすると揺らぎの幅が無限大になってしまうからというものです。これを別の角度から説明すると、輪ゴム状の紐を極限まで小さくしていくと、無限大の大きさを占めるということになります。その時には、時間という空間が存在できなくなるということです。すなわち物理学の世界では、すでに時間と空間が存在できなくなる限界値を発見しているわけです。面白いことに、この理論によると、宇宙の誕生時には
26次元の空間が生まれ、すぐにその半分は潜在世界へと折りたたまれてしまったということです。実際は循環がこの宇宙のありようです。このごく微世界の超紐の一つ一つこそが大宇宙です。すなわちミクロとマクロは同じものです。未来へと無限に進んでいったら、一体どこへ行き着くと思いますか？今のあなたに行き着きます。過去に無限に遡っていったら、そこであなたは何を見るのでしょう。もうお分かりですね。そこに発見するのは今のあなたです。このことがはっきりと分かった人は、もう決して焦りません。一体どこに向かって急いでいるというのでしょう。焦って行き着く先が今の自分であると知ったならば、当然あなたの発想が変わり、行動そのものも変わってしまうことは火を見るよりも明らかです。あなたが今弓矢を持っていて、その弓矢が無限遠方まで届くと仮定します。あなたが富士山の頂上に立ち、地表に平行に矢を放ったなら、その矢は地球を一周してあなたの背中に命中するように、無限の宇宙に向けて放った矢は宇宙を駆け巡り、やがてあなたの背中へ向けて進んできてしまいます。これが循環宇宙の概念です。アインシュタインがこのことをずいぶん前に教えてくれました。しかしほとんどの人はこの考えが実際にはあまり役に立たないと思い、日常的には無視されています。しかしこの考え方は人間が真の自分を実現するにはとても役に立ちます。あなたが今実感として上に行けば下に帰ってくると思い込んだとしたら、あなたは上に行きたいという欲求が起きるでしょうか？下に行けばやがては上になっていることを知っている人が、果たして下にいることを悔やむでしょうか？上にいる人を羨むでしょうか？ミクロとマクロが同じであるとは、長いと短いが同じであるということです。長所と短所が同じになってしまいます。心の中の上下感が一掃されてしまいます。取っても取れなかった上下感が、この真理を理解することでいつの間にか消え去ってしまいます。このことが腑に落ちたとき、あなたの発想は根底からひっくり返ります。現代の競争社会の根本にある元なる考えが、実はこの宇宙の誤った空間認識から発生しています。もしそばに輪ゴムがあれば、ちょっとそれを机の上に置いて眺めてみてください。それが宇宙です。あなたはその輪ゴムをイメージの中で小学校のグラウンドくらいの大きさに引き伸ばしてみてください。さあ、その輪ゴム、周回のグラウンドのどこが一番良いところですか？ミクロとマクロは同じもの、その向きが違うだけ。あなたが今いる場所でのんびりしていると、誰かが猛烈な勢いであなたを追い抜いて先へ行ってしまいました。あなたはゆっくりと自分のペースで道草をしながら進んでいると、円周の向こう側を自分とはちょうど真反対の方向へ下がっていくのが見えてきます。どんどん自分よりも速いペースで進んでいたかに見えるその人は、いつの間にか自分が前だと思っていた方向とは逆の方向に下がっていきました。循環とは別の表現を使うなら、双方向であるということです。これがどちらもの概念を生み出す元となります。ミクロとマクロは同じもの。
向きの違いに過ぎません。善と悪も同じもの、見る方向の違いによって生じます。世界を構成しているすべての元である一方向的時間と空間の概念が覆されることにより、この双方向的循環宇宙が頭の中に定着し、すべての発想の元がどちらもに変容してしまいます。どっちですかという疑問が消滅します。我々は神であり、人間であり、どちらかではありません。偉大であり、卑劣です。どちらかではありません。そしてそのどちらもあなたは好きなように選択が可能です。しかしながら今のように偉大が良い、卑劣は嫌だでは選択の余地がありません。その価値が同じになって初めてあなたは相手に好きな方を選ばせてあげることができるようになります。私は残った方を取ることにしようと相手に好きなものを与えることが条件なしにできるようになります。善も悪も流転するものはすべてどちらもあり、卵が先か鶏が先かどちらもです。我々は初めに決められたシナリオ通りに生きているのか、それとも自己の好きなように束縛されずに生きられるのか、どちらもです。善と悪でさえその例外ではありません。善と悪もやはり循環しています。私が子供の頃、良いことずくめであると先生に教わったダムが、すでに今では悪者です。悪は善となり、善はまた悪となり、流転していきます。子供の頃、頭が良くなるから食べろと言われた化学調味料が、今では危険だと言われています。これは正しいのでしょうかという質問に対して、正しいとも言えるし、間違っているとも言えるという今までなら一見バカにしたような答えこそが正確な真実を反映しているわけです。宇宙が循環だと知った人は、誰も循環を止めようとはしなくなります。循環を止めるとは、宇宙そのものに逆らっている行為です。そんな苦しいことを選択する必要は全くありません。ところが現代人はどうでしょう。我慢することが美徳だと考えられています。我慢するとはエネルギーの循環を止めてしまうということです。これがまさに現代病と言っていいでしょう。どうぞエネルギーを流してください。言いたいことを止めないでください。その結果、誰かを傷つけるかもしれないとしても、実際は我々人間がこの宇宙の循環の真理をねじ曲げることはできず、必ず後で大きな反作用を伴って、あなたも相手もその結果を受け取ってしまうことになります。森林伐採は自然界の循環の理論を発見することによって中止が叫ばれるようになりました。ダムによる生態系の破壊も循環を止めてしまったために起こりました。自然界が完全な循環の輪の中で成り立っていることをみんながもっと知ることによって自然破壊が食い止められていきます。宇宙は循環する輪ゴムのようなものという視点。これと同じように想念の世界にも循環理論を持ち込みましょう。どちらも正しいという考え方です。人間のいさかいはすべて自分の方が正しいという発想から引き起こされています。どちらかが正しいとしたら、そして自分の方が正しいと考えるなら、間違っているのは相手ということになります。どちらかの世界観では正しさの決着が必要になります。みんなが
どちらも正しいという発想を身につければ、喧嘩は起こりようがありません。戦争もです。宇宙が循環する輪であるならば、ここ以外の一体どこへ行く必要があるのでしょう。輪であり、その輪の上をぐるぐる回っているとしたら、あなたは神からやってきて、今ここにいます。そして今の位置からずっと進んで、再び神と融合し、神の融合体験を思う存分楽しんだ後、また今の位置へやってくるでしょう。そんな宇宙眼でこの世界を眺めてみると、今抱え込んでいる問題がなんとちっぽけなものに見えてくることでしょう。宇宙が完全に見えたとき、あなたは今この瞬間に溶け込んでしまうでしょう。